はい、先生おはようございます。はい、おはようございます。今日も節子の部屋。はい、待望のなんかケーキということで。そうなの。ガトーショコラみたいなソフトなね、感触の、生地をパウンド型で焼いていきたいと思います。で、今日もね、ちょっと波里さんの方の薄力タイプを使って、作っていきたいと思います。はい。はい、簡単にね、作れますので、皆様もぜひ挑戦してみてください。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは材料の説明ね。バターでしょ、きび砂糖、これ上野佐藤さんの、きび砂糖ね、きび糖ね。それから、卵、卵黄蜜ね、M 玉で3個で卵黄と卵白に分けてあります。でココアでしょ、それから、もう一つ卵白用の、きび砂糖、そしてここに米粉と、アーモンド粉が入ってます。はい、そうしましたらまず最初に、この純ココアパウダーね、純ココアパウダーをお湯で溶かしていきます。なじませますね。ちょっとね、これ 50g でいくね。またレシピ概要欄に貼りますので、見ながら作って。でココアは間違いなく純ココアパウダーを使ってくださいね。ここ入れるでしょ。はい、そしたらここでよーく混ぜてください。で結局ここでチョコレートのように、ね、なるので、今日はチョコを使わないでこのココアパウダーだけで、チョコレートの美味しさを出していきます。いい匂いですね。いい匂いですね。本当にチョコレートの匂いね。でこれ熱々はちょっと使えないので、ちょっとこれ冷めるまでね、ちょっと待ちましょうね。はい、こんな艶やかになったら OK です。こうやってまとめておきましょう。はい、それでは作っていきますね。始めていきます。まずバターを室温に必ずね、戻しておいてください。まずちょっと白っぽくなるまで柔らかくしておきます。バターね。はい、でちょっとこう白っぽくなってきたらお砂糖を3回に分けて入れていきます。はい、そしたらね、卵を1つずつ加えていきます。卵黄ね。はい、卵黄を1つずつ加えて、最初は一度なじませて、なじんだら入れていきます。もう一つね。あ、今割れちゃった。ごめんなさい。よいしょ。3個目ね。ここでちょっと生地をまとめておきましょうか。はい、馴染んだら今度チョコレートね、ココアね、3回に分けて入れていきます。はい、そしたらここに粉を入れますね。使う米粉によって出来が違うのでね、米粉選びは大事ね。そしたらちょっとね、今回すと粉が飛ぶのでちょっとなじませます。ここでね、ちょっと一で回していきます。小麦粉だとね、粉入れてから混ぜられないんだけどグルテンが出ちゃうからね。米粉のこれが米粉の良さね。米粉にいいこといっぱいあるのね。だからね。はい。はい、そしたらメレンゲいきます。そして2回に分けてお砂糖入れていきます。お砂糖が入ったらスピードアップしてね、高速です。
だいたいね一すくいね、一すくいね、生地ね。そしたら泡立て器みたいなのでよく混ぜて。よくなじませてね、ここでね。はい、そしたらこれもう一度泡立てます。はい、そしたらこの卵白の中にね生地を入れていきます。はい、そしてメレンゲがね潰れないように、下からこう生地をメレンゲ持ち上げて、チョコレートの生地となじませていきます。下からこう生地を持ってきてかぶせるようにしてね回しながら、力は入れないね。はい、そしたら生地を入れていきます。でちょっとねオーブンペーパーがこうヒラヒラしちゃうので、ちょっと余分な生地を持ってきてちょっと壁につけます。ね、倒れてこないようにね。いいところの生地を使わないでね、もったいないからね。こういうちょっと端っこについてる生地があるでしょ。これをこうつけてのりのように貼っちゃうのね。と倒れてこないでしょ。こんな感じね。はい、じゃあ生地を入れていきます。はい、が入ったでしょ。そしたらね、ゆすゆすしちょっとトンとね、空気を抜いてもらったら、このゴムベラね、ゴムベラをちょっときれいにしてもらって、この上をちょっとスーッと流してください。こうスーッと。ね、わかる？こうやって表面をきれいにこうなだらかにしてください。はい、これでオーブンに入ってきます。で8分ね、8分経ったらクープ入れます。真ん中にね切り込みを入れていきますので、そこからまた35分ぐらい焼いていきますので、お楽しみにね。はい、ではクープ入れていきますね。すごいでしょ。はい、真ん中ね、真ん中に向かって切り込みをこうやって入れていきます。はい、これでまた焼いていきますね。はい、そしたらね冷めるまでちょっとこうねオーブンペーパーでこうカバーしてもらって、30分ほどこんな風にして乾かないようにしてね置いといてもらうといいです。はい、いかがでしたか？本当に簡単にね作れると思いますので、ガトーショコラのような口当たりの優しいパウンドケーキ、パウンド型でね焼き上げています。ポイントとしてはね、まずバターはしっかりと室温に戻しておくこと、柔らかくしておくことね。それから卵も冷蔵庫から出したては絶対使わない。常温に戻しておいて、真冬なんかはねちょっとね暖かい部屋に本当に5、6時間、3時間4時間幅はいっぱいあるんですけど置いといてくれるといいと思います。本当にね米粉ならではの口当たりの優しさ、これをぜひ皆さんでねお楽しみいただけたらと思いますので、ぜひ挑戦してみてください。はい、先生、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。ガトーショコラのような、そう柔らかい口当たりのねパウンド型で焼いてみました。パウンド丸く焼いたらもう本当にガトーショコラになっちゃうぐらいの生地ですね。はい。これもね本当に万願成就のこのね
パウンドケーキでしたけれども、そうですね、はい。なんかこれ時間かかりましたよね。なんか、だけど結果的に良かったみたいな。そのなんか失敗したのからまたヒントを得て、おかげさまで今回ねこの信じられないぐらいふわふわなパウンドケーキができたと。やっぱり失敗から生まれるんですよ。そういうことですね。何事もね。そうそう。だから皆さんそう失敗を恐れないでね、どんどん挑戦してみてください。はい。ね、なんかあったらコメントでね。そうですね。はい。大塚節子本人からのアドバイスもあったり。そうですね。あったりなかったりね。はい。あったりあったりがいいね。はい。じゃあ今後ともね、節子の部屋をお願いしたいというのと、先生。それからね、あと米粉ね、米粉って本当にいろんな種類が売ってるんですけど、このレシピが全部の米粉に当てはまるとは思わないでください。やっぱり製粉の状態、粒子、粉の粒の大きさですよね。それとか、あとでんぷんが損傷してたりとかっていうことがあるので、どの米粉も美味しく焼けるとは限らない。まずね、材料選びから皆さんが勉強していただけるといいかなと思います。今回ね、並里さんの米粉、お菓子用の米粉を使ってみました。あと上野佐藤さんのねきび砂糖、お砂糖ってやっぱりね本当大事なのね。ミネラル成分があるとより深い甘みが出てきたりするので、ぜひこの機会に米粉とかそれからお砂糖とかのことに関してねちょっと勉強してもらうといいかもしれませんね。はい。そうですね。今回も大成功と。大成功だと思います。はい。また次回の次回ねまた頑張ります。はい。なんかあとなんだっけ何？グッド評価。グッド評価覚えられないの。グッド評価と、それから番組なんてチャンネル登録を皆様ぜひよろしくお願いします。はい。というわけで次回の時間またお会いしましょう。はい。じゃあまたお会いしましょう。ありがとうございました。